Oh, so suddenly you're poison the air I breathe. But if you don't hate me, then why would you break me? Feel it in my bones, I'm about to lose control. Only so much I'm taking, so get yourself to safety. Cause baby, a storm is coming. You better heed the warning, pray. Don't stay, run away, 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 away. Feel how the rain is pouring. I'm a jet like a hurricane. Don't stay, away, 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 away.はい、皆さんこんにちは。今日はこちらのレンジャーワイドゾートン車っていう珍しい車をね、セノプロで施工させていただきましたので、こちらのご紹介をいろいろとしていきたいと思います。で、セノプロといえばですね、やはりスーパーグレートね、メインでやってるわけですけれども、今回こちらのレンジャーベースですよ。レンジャーのゾートン車というね、非常に珍しいお車、そのお車をセノプロ仕様に仮装いたしましたので、詳しくね見ていきます。でベースがですね、このレンジャーの FE というモデルになるんですけれども、通常4トンの、こちら今止まってますけど、これはねショートキャブだから FC っていうのになるんですけど、通常は FD っていうのになるんですよね。不走難からと FK で固定されるんですけど、しかし機能に関してはレンジャーの車格でもそう仕様によって型式も変わってくるということになってます。でこちら FE という型式になってきます。こちらのお車はですね、青森県の東建運輸さんっていうところのお車でして、スカニアですとかね、あと先日は UD のクオンの仮装もさせていただいて納めさせていただきましたけれども、主にねトレーラーメインの会社さんで、青森県の会社さんなんでね、時期になるとねぶた祭りの道具運んだり、いろんなね変わったお仕事をされてる会社なんですけれども、そこの会社さんがねゾートン車ご用命されましたので、うちでは二次仮装としてねお預かりしたということでございます。でパッと見の仕様としてはですね、こちらのバイザー通常スーパーグレードなんかによく取り付けさせていただくコビント製のものなんですけれども、こちらを4トンの幅に綺麗にカットしてイルミネーション加工させていただいてます。ミラーに関してはブラックメッキ加工させていただいて、ミラーステもブラックメッキ加工にしてます。でこちらの部分だけボディ同色させていただいております。非常にカスタム車って感じですよね。同じくサイドパネル、グリルとコーナーパネル、バンパーですね、部分的にブラックメッキ加工しているということです。であとナンバー枠がゾートン車っていうのになると大型のサイズになるんで4点止めになります。こういったナンバー枠になってまして、で下はリップスポイラー取り付けさせていただいておりまして、サイドの方にこう回り込んで低くなるように見えるようなリップになってます。非常にかっこいいですよね。で4トン車レンジャーは大型のプロフィアと引けを取らないような装備になってますんでね、中もとても快適になってます。中はね後ほど見ていきます。やはり雪国っていうのもあってですね、こちらライトウォッシャーがついてます。コーナーセンサーがこういった形のものになってる感じですね。横行くとこういう感じでね、ゾートンのウィング車ですよ。しかも箱は1組のほぼオールステンレス仕様で、それに格納ゲートをついてるという、もう至れり尽くせりの中型のトラックということですね。ゾートン車になるんで、車両総重量通常4トンですと8トン未満ということになるんですけれども、こちらの場合はおそらくですけれども13トン500かな、ぐらいの車両総重量になってますんで、おそらくこの車が6トンとか7トンとかね取れてるということですね。ハイルーフのモデルなんで、これも昨日のプロフィアと同じぐらい高いハイルーフになってますね。で変わった点としては、タイヤです。タイヤ通常4トン車ですと6欠になるんですけど、ゾートン車8欠になります。なんでボルトが2個4トン車より多いよということですね。あとフェンダーも特別な加工したものを装着してます。で箱に関してはトランテックスのウィングですね。それの、ステンの紋工というか枠だけ残して、中はね、コルゲートではないリベット止めの部分をボディ同色に塗らせていただいている。あとは煽りですね。煽りもボディ同色で、ウィングキャッチは4箇所ついているということで、非常につけられるものはつけてるようなね印象です。で防雪プレートとかね、ボディの頭の部分も全部ステンになっているような感じです。で車種はレッド塗装されてます。下回りに関してはタクラーのサイドガードワズマーカー、ワズマーカーは最新の少し大きくなったものですね。それのドーマフェンダーということで、基本的なセノプロ仕様ということになってます。タンクは200タンクですね。シングルタンクになってまして、珍しいんですけど、多分ここにねスペアタイヤついてます。後ろ格納ゲートついてるんでね、通常格納ゲートつけるとあんまりねスペアタイヤつけるスペースないんですけど、こちらスペアタイヤをつけてるということです。であとダーケン工具入れを助手席側につけてます。切り掛け入ってますんでね、ここ開いて出し入れしやすいようになってます。リアもこういう形で、タイヤサイズね申し上げてなかったですけど 2657019.5 ということでね、少し大きいものになっております。
当然足回りとかも贈答になると変わってきますんで、大型の4トンとはまた違うベローズがついてるわけですよ。なんでより荷重の耐性がついてるようなものになってます。これが格納ゲートのコントロールスイッチですね。ここを開けるとこちらにもリモコンがあります。で多分こういう有線のリモコンとあと無線のリモコンもありますんでね、そのどちらかで格納ゲートを操作するような感じになってます。通常格納ゲートをつけるとこのリアのオーバーハング部分でサイドガードをつけづらくなるんですけど、うちうまく加工して横から見ても格納ゲートがボディ同色になるように同色化して、で一番下の3段式のオーバーハングのサイドガードなんですけど、一番下だけ少し短くすることによってうまくね格納ゲートを収められるように仮装しております。こういったところもねうちは得意なんで工夫してやっていくという感じでございます。斜め後ろから見るとこんな感じ、後ろもすごいでしょ。門高もフルステンレスみたいなね感じです。上ファンクションランプですね。毎度のことなんですけれども、作業灯もね兼用につくで、ウインカーブレーキランプとかね全部シーケンシャルでつくものになってます。ウイングキャッチロックバー部分と門高がステンレスになってますね。最大積載量6トン800ということで、今4トン車ってどんどんねエンジンは軽くなってるっていうのはあるんですけど、フラが重くなってきたりですね、積載非常に取りづらいです。当社でも例えば床鉄板敷いて格納ゲートつけてとかってなってくると下手したらね2トン切るんですよ。4トン車と言われてて積載が2トン切ってしまうというね、非常に効率悪いです。で車両価格は今めちゃくちゃ上がってきてます。それは大型もそうなんですけどっていうのもあって、今ね4トンは非常に使いづらいんですよ。そこで使いやすくなってきてのこうね贈答車っていうサイズ的にはここまで大型ほどいらない、大型ぐらい大きいとちょっと運ぶのがルート的に難しいとかねっていうところで需要があるわけですよね。6トン車ということで、それでも例えばカゴ積みで14本カゴは積めるわけですが、例えば1本500キロとしても、でもね6トン800だとやっぱ12本ですね。それでも満載になってしまうんでね、カゴ積みでも500キロぐらいあるんで、それで12本積んだとして6トンなんで、これぐらいの積載本来ねこのクラスの車格でも欲しいところですよね。っていうので今贈答車って非常に人気があって、結構相場でも中古なんか僕も見ますけど高かったりしますね。特に格納ゲート付き、ちょっと話それましたけど、そんな感じで非常に、需要のあるお車ということになってます。この面白いのがテールライト、皆さん見たことないと思うんですよ。このデザインね、これ実はスカニアなんですよ。スカニア最近実はねマイナーチェンジみたいな感じで少しモデルが変わってます。でフロント部分のフォグの部分ですとか、あとはリアのテールライト、こういったものが新調されてるんですよね。それを今回付けさせていただいております。格納ゲート部分にはこうね反射板がついてます。で反射板と、あとこの下の折り曲がった部分をこうボディと同色にね加工することによってすごいカスタムカーっていう感じでね、ここ塗るだけでだいぶ仕上がりがね変わってきます。ちょっと箱の中を見ていきます。こんな感じでトランテックスのウィングということでセンターバーがついておりません。でエアサスも庫内でできるようにオプションで追加されてたりですとか、延長ラッシングですね、こちらもついております。しっかり溶接でついてますので荷重かかってバキっていくっていうこともないと。コ内灯もコーナーの角っこにつく、そういうものになってますね。非常にお金のかかる1台です。下エアラインレールとバンブーの床板になってます。本当にいい車だと思いますよ。しみじゅんで次運転席側ですね。運転席側も助手席側と変わらないような作りになってます。先ほど助手席側でお伝えするの忘れたんですけど、プロジェクター式のタイヤとウイングの油圧ユニットですとか、バッテリーもサイズだいぶ小さくなりますよね。4トンベースだと。マフラーはねマフラーカバーないですね、この車格は。で歯止めがローケンというもの、チーズみたいなやつ使ってたんですけども、折りたたみ式のコンパクトなものに今変更になってます。こういう形でこうね組み立てて使うんですよ。こういった形でこうやってね組み立てて使うことになってます。格納が非常に軽くて、しかもね場所を取らないので非常にヨーロッパではね人気なものになってます。でこういう風に折りたたんで、こちら面でこういう風に入れて、これでロックをこうすることによってしっかり止まるということです。こういった新商品も取り付けております。庫内幅が多分 2.4 ぐらい取れてると思うんですよ。4トンのワイドベースで箱 2.4、大型と変わらないぐらいになると、4トン車ってこれつけなきゃいけないですよね。4トンベースだとどうしてもここの段がある場合、これをねつけないと車検が通らないということで大体ついてます。それでは内装を見てみましょう。また贈答車だと普通の4トンとは違うね箇所もございます。贈答になるとモデル的には最上級です。レンジャーの中で至れり尽くせりの装備がついてるんで、プラスアルファでついてる部分だけちょっと見ていきます。まずエアシート、もうこちらプロフィアと同じものですね。全く減水力調整もついてるしね。でこうやってやることによって乗り降りしやすいようになってます。エアサスのコントローラーこちらについてます。ミラー調整、これもオプションです。こちら電動で角度調整ができるものがついております。ドアノブなんかもシルバー基調なものとかメッキとかブラックのものとか実は3種類ぐらいあったりします。で乗り込んでみます。変わったところといったらハンドルはねスーパーグレードでつけているカーボンとパンチングレーザーのコンビのものに変えてます。スイッチの配列、こちらが最新式だと変わってきます。昔のだとハートマークキャンセルみたいなこれなかったんですけど、こちら緊急停止ボタン、緊急停止しますっていうのを解除するボタンになってますね。こういったのが新たに安全装置として追加になってきています。なんで例えばエンジンかけるじゃないですか。
こうかけて、ほらこれが出るんですよ。前までのモデルはね出てこないんですよね。2回押してくださいみたいな、こういった緊急のブレーキを解除するボタンっていうのが追加になってます。ビルトインの ETC になってたりとか、格納ゲートのスイッチですね、シールじゃなく絵で表示されてます。あとはシートヒーターついてたりですとか、こちら贈答になるんでね7速になります。通常は6速多いんですけど4速だと、7速になってたり、あとホイールパーク式のブレーキで、上、オートライト標準なんですけど、4トンベースになるとなぜかね、高軸調整が手動なんですよね。オートだけど、オートライトは違います。プロフィアと似てるように、内装ハイルーフですね。もうプロフィアと同じですよ。ここないのね、このライトとか。賢いですよね。1個つけると1個だけつくんで、読書灯みたいな扱いですね。もう1回押すと車内灯みたいな。非常に画期的なんですけど。あと内装がプロフィアとちょっと違ってモケット状になってるんですよ。プロフィアはなんかワッフルみたいなやつだったんですけど、そういったのが違ったりということで、あと装備 CD もつくし Bluetooth 対応だし、当然オートエアコンで、こういったところも携帯とかタブレット立てられるようになってたりですとかね、非常に装備がいいですよ。もう4トン車とは思えない、4トン車じゃないんですけど、で今ぐるっと回ってきました。いかがでしたでしょうか。こんな形で贈答車と言われる車、あまりねスノプロでは仮装したことがないんですけれども、非常にかっこいい、普通の4トンよりもちょっとこうゴツッとしてますよね。そういった見た目もかっこいいですし、やっぱりこれから需要が増してくる車ということで、新古車とかでもオークションとか出てたりしますけど、とっても高いです。はっきり言って1000万超えてくるのは当たり前ですね、このクラスは。っていう価格帯の車で初めて施工させていただきましたので、簡単にねご紹介しました。こんな感じで、どんどん新しい車入ってますんで、また引き続きいろいろと紹介させていただきますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。